こんにちは。今回はフリーキャドの練習用に水切り用の箸立て、つまりカトラリースタンドを作ってみます。さて、形を作って削って最後にフィレットや面取りできれいに仕上げる。このモデリングの一連の基本サイクルはマスターしましたでしょうか？次のステップは同じ形を一瞬で何十個にも増やすというキャドの本領発揮です。例えば水切り用の穴が100個ある箸立てを作るとき100回スケッチを描くのは大変です。今回学ぶマルチトランスフォームマルチ変換はたった一つの穴を一気に何十個にも増やせる機能です。フィレットや面取りによる仕上げの次はこの圧倒的な効率化を学びます。これができるようになると手作業の限界を超えて一気に複雑な製品が作れるようになります。それではここから実際に操作していきます。動画と同じように一緒に操作してみてください。早すぎる部分は適宜一時停止やスロー再生でご覧ください。それでは始めましょう。まずはカトラリースタンドの基本形状を作ります。パートデザインワークベンチになっていることを確認してください。パラメトリックボディをクリックしてください。新しいスケッチが表示されるのでクリックします。次にアタッチメントを選択、項目が表示されます。今回は上から見た状態で作図しますので XY 平面を選んで OK ボタンをクリックしてください。スケッチ画面に切り替わりました。当動画ではグリッドスナップ機能を使いますので設定を行っていない方はスパナーアイコンをクリックしてください。グリッドを表示、グリッド間隔を自動調整、グリッドにスナップをチェックしてください。まず直径 90mm の円を描きます。これは箸立ての外側の縁の部分となります。では円ツールを選びます。原点を視点にして円を一つ描きます。画面上に円の直径を入力するエディットボックスが表示されます。直径を 90mm と入力してください。では閉じるボタンでスケッチを閉じます。もし閉じた後の画面がモデルになっていない場合はモデルに切り替えてください。モデルツリーで今作ったスケッチが選択されていることを確認してください。次にカットアイコンをクリックしてください。長さを 100mm に設定して OK ボタンをクリックしてください。これで本体の元となる円柱形状ができました。続いて円柱をポケットで削ってコップ状にします。コップの縁の厚みは 5mm とします。では立体上面を選択してスケッチアイコンをクリックします。ここで円ツールを選びます。原点を視点として円を描きます。円の直径を 80mm と入力します。閉じるボタンをクリックします。ポケットアイコンをクリックして長さを 95mm に設定して OK ボタンをクリックします。これで箸立ての内側が削られてコップ状になりました。次にコップ形状の底面に円形の穴を1つ開けます。底面を選択してください。スケッチアイコンをクリックします。円ツールを選びます。ここでは XY-30mm、0mm の位置を中心とします。円の直径を 6mm と入力します。閉じるボタンをクリックします。ポケットアイコンをクリックしてください。タイプを貫通に設定して OK ボタンをクリックしてください。これで1個だけ穴が開きました。この穴を円形にぐるっと穴開けしてみましょう。軸集状パターン、ポーラーパターン機能を使って選んだ形状を円状に複製します。さて原点を中心として回転させたいので回転軸は通常のスケッチ軸もしくはベース G 軸を選択してください。続いて回数を増やしていってみてください。原点を中心として円の穴が回転しながらコピーされるのがわかります。回数は8として OK ボタンをクリックしてください。さてもっと中心の方にも穴を開けたいところですが何個も別の位置に円の穴を開けて回転コピーするのは面倒ですよね。では一旦回転コピーはやめて直線上に一列ずらっとコピーしてみましょう。モデルツリーからポーラーパターンを削除してください。今度は直線上パターン、リニアーパターン、アイコンをクリックしてください。
方向が水平スケッチ軸になっていることを確認してください。これで横方向にずらっとコピーできます。次にモードを間隔に設定してください。間隔は 10mm に設定してください。では回数を増やしてみてください。10mm 間隔で回数分円の穴が横方向にコピーされました。回数は4として OK ボタンをクリックしてください。さてこの穴が横に並んだ状態でぐるっと回転コピーさせたら一気に円形状に大量コピーできそうですよね。それでは実験です。リニアパターンを選択して軸集上パターンをクリックしてみましょう。はい、エラーとなりました。実はここが最初のハマりポイントです。フリーCADでは直線上や軸集上などのパターン機能を重ねて使うことはできません。パターンをさらにパターンでコピーすることはできないとシンプルに覚えてください。そのため直線上パターンの結果をさらに軸集上パターンで回転させることはできません。ではどうしたらよいのかという時に登場するのがマルチ変換です。ひとまずキャンセルボタンをクリックしてリニアパターンを削除してください。では穴のポケットを選択した状態でマルチ変換アイコンマルチトランスフォームをクリックしてください。配置変換項目で右クリック直線上パターンを追加を選択してください。モードを間隔に設定します。間隔を 10mm 回数を4に設定してください。これで横1行 10mm 間隔で合計4個コピーできました。次にもう一度配置変換項目で右クリックします。軸集上パターンを追加を選択してください。補足説明ですが配置変換の順番で結果が変わります。今回は直線上パターンを先に作ってからそれを回転させるという順番にしています。回数を増やしてみてください。横1行の穴がちゃんと円状にコピーされていることがわかると思います。回数を8に設定してOK ボタンをクリックしてください。これで底面が完成しました。次に側面の穴を作ります。側面に穴を開けるにはまずは正面から見た状態で円スケッチを描く必要があります。スケッチアイコンをクリックしてください。正面から見た状態で作図する場合は XZ 平面を選択します。OK ボタンをクリックしてください。さてスケッチを行いたいところですがコップ形状の側面が邪魔で中のグリッドが見えないです。そういう時は断面ビューの切り替えアイコンをクリックしてください。これでコップ形状を真っ二つに切った状態で中のスケッチを行うグリッド平面が見えるようになりました。それではペンツールを選びます。ここでは X、Y、0mm、20mm の位置を中心とします。円の直径を 8mm と入力します。円を描けたら閉じるボタンをクリックします。円のスケッチを選択してポケットアイコンをクリックしてください。警告メッセージが出ていますがこれは無視して構いません。形状が存在しない位置に穴を開けようとしていますという警告です。円のスケッチがコップの空洞部分に存在するので穴開けする場所がないと警告しているだけです。今回は後でコップ形状を貫通させますので問題ありません。ではモードを対象に設定します。続いてタイプを貫通にします。これでコップ形状を貫通して手前と裏側に2つの穴が同時に開きました。 OK をクリックしてスケッチを閉じてください。ではこの穴をマルチ変換を使って一気に増やしましょう。ポケットを選択してマルチ変換アイコンをクリックしてください。配置変換で右クリックして直線上パターンを追加を選択してください。次に方向を垂直スケッチ軸に切り替えてください。高さ方向に穴形状が並びます。続いてモードを間隔に切り替えます。間隔を 10mm に設定します。回数を増やしてみてください。穴が高さ方向にずらっと並ぶのがわかると思います。回数を8に設定してください。次にこの縦に並んだ穴を回転させてコップの側面を穴だらけにしてみましょう。配置変換で右クリック軸集上パターンを追加を選択してください。
次に軸を垂直スケッチ軸に切り替えてください。リファインフェイルドという警告メッセージが出ますが、後で対応しますので今は気にしなくて大丈夫です。今回は長さを180度に設定します。一周360度じゃないのと思うかもしれませんが、手前と裏側に貫通する穴で作っていますので、半周つまり180度回転させるだけでぐるっと1周分全ての面に穴を配置することができます。回数を増やしてみてください。180度の角度内で回数分の穴が開いていきます。プレビュー画面が賑やかなことになってますが、コップ形状側面にずらっと穴が開いていくのがわかると思います。それでは回数を8に設定して OK ボタンで閉じてください。いかがでしょうか？側面も底面も穴だらけにすることができました。さて、先ほどリファインフェイルドという警告メッセージが出ていました。これはフリーキャドが形をきれいに整えようとしたけど複雑すぎて無理だったという処理しきれなかった結果のメッセージです。リファインは見た目を良くする処理ですので、形状が壊れたわけではありませんので安心してください。理屈は別動画で解説していますので、動画の概要欄からご覧ください。今はこの警告が出たらリファインプロパティ項目のチェックを外せばよいと思ってください。今回はマルチ変換で警告が出ましたので、マルチトランスフォームのプロパティを見てください。プロパティの中にリファインという項目があります。チェックを外してください。これだけで大丈夫です。リファインは見た目をきれいにするだけで形状そのものには影響しません。今回の場合はマルチトランスフォームで警告が出ましたが、パッドやポケットにもリファイン項目が存在します。基本的にリファインのチェックは外しておくことを推奨します。これで水切り用の箸立てカトラリースタンドの完成です。ここでコメント欄で質問をいただいていた縦横にずらっと穴を並べる方法をざっくり解説します。あらかじめ 100mm 四方の板に 5mm 四方のへこみを作りました。この 5mm のへこみを縦横に一括コピーしてみたいと思います。5mm 四方のポケットを選択して直線上パターンアイコンリニアーパターンをクリックします。まずは横方向にずらっと配置します。方向が水平スケッチ軸になっていることを確認してください。モードを間隔に変更します。間隔を 20mm、回数を5に設定してください。横1行合計5個配置できました。次に縦方向にずらっと配置します。セクションにチェックボックスをクリックしてください。方向が垂直スケッチ軸になっていることを確認してください。モードを間隔に変更します。間隔を 20mm、回数を5に設定してください。縦5行分配置できました。これで縦横一気に25個のへこみをコピーできました。それでは例えばへこみの元となった四角形のサイズを変更してみます。ポケットのスケッチを開きます。現在 5mm 四方の正方形です。横幅を 10mm に変更してみます。横長の長方形になりますね。スケッチを閉じると全ての穴が横 10mm の長方形に変更されました。このように元の一つの形状を変更するだけで全ての形状を一括で変更できるのもパターン機能の特徴です。またマルチ変換を使わなくても直線上パターンのセクション2をオンにすることで格子状の配置も簡単に作れます。状況によって使い分けてみてください。以上、おまけ解説でした。お疲れ様でした。今回はフリーキャドの練習用のモデルということで、直線上パターン、軸集上パターン、そしてマルチ変換機能を使った水切り用の箸立てを作ってみました。これらのパターン機能は同じ形状を効率よく配置する方法としてよく使う便利な機能です。今回の内容を使えば複雑な形状も一気に作れるようになります。また、例えば背景映像のように穴の形状を変えてみたり、底面の配列パターンを変えるなど工夫してみてください。ぜひ同じモデルを実際に作ってみてアレンジにもチャレンジしてみてください。フリーキャド超入門講座は以上です。ご視聴ありがとうございました。